んにちは。撮影しに新幹線乗ったら30分くらい閉じ込められているトリップルです。今回の企画で電車の遅延は大丈夫なの？なるようにしかならないのだ。この停車中に今回の企画であるキュンパスって何か教えて。キュンパスは JR 東日本が言っているサービス。平日の JR 東日本エリアなら新幹線も乗り放題になるのだ。14日前にエキネットから購入する必要があるから公開時にはもう買えないんだけどね。じゃあ何のためにこの動画を？一番有名じゃないものを食べるからそれを楽しみにしてね。やっと動き出したわね。結局40分くらい同じ場所にいたね。ということでキュンパスで行く東北グルメツアースタート。まずは青森県。新幹線駅である新青森駅なのだ。駅ビルにある春味館にあるしじみラーメンを食べきたよ。立ち寄ったのハメイさん。ここは青森の郷土料理が食べられるのだ。最初の企画は青森にある太宰治の斜陽館に行ったわよね。そんな太宰治の絵とかが飾られているのだ。これがしじみラーメンか。13個産のしじみを使っているらしいわ。値段は1550円だよ。麺はこんな感じ。間違ってたらガチ勢に叩かれるからこんな感じって言っとく。それじゃあいただきます。ごちそうさまでした。塩ベースのスープにしじみの出汁が出てて美味しかった。でもしじみが思っていたより食べにくかったかな。器には太宰の詩が書いてあるのね。新幹線改札の中にはねぶたが展示されており出発までの時間つぶしにちょうどいいのだ。ねぶたってこんなに小さかったの？実際の祭りで使われるのはもっと大きいのだ。そのねぶたには一つ一つ物語があって見てて面白いよ。次は新幹線で岩手県へ。新青森から盛岡まで1時間で到着するからすごく近いわね。今回は雪を見てる時間ないから車窓からの雪景色を堪能するのだ。短時間しか見れないけどそれで満足なの？見足りないならまた青森に行けばいいのだ。さらば旅人よ、命あらばまた他日元気で行こう。絶望するな。では失敬。盛岡駅到着。盛岡といえばわんこそば、冷麺、じゃじゃ麺よね。今回は何を食べるの？冬だから冷麺食べたいのだ。冬なのにの間違いじゃ。今回の冷麺は駅前にある有名店ぴょんぴょん社。今12時過ぎだけど5分待ちみたいだね。一人用の席に案内されたよ。冷麺が有名だけどやっぱり焼肉グリルがあるのね。日本焼肉屋さんだからね。でも冷麺だけの注文も大丈夫らしいのだ。冷麺来たよ。今回はハーフサイズ。料金は950円。辛さは4種類から選べて小麦粉とじゃがいもでんぷんを練った強いコシの麺が最高だよね。スープは牛骨や鶏ガラで甘みと濃厚なうまみで最後の一滴まで飲み干せる一品だね。冷麺に梨が入っているわね。季節で変わるけど水分と甘みがある果物でキムチの辛さが和らぐのだ。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。他の三大麺はどこにあるの？じゃじゃ麺とわんこそばは駅の近くに数店舗。おすすめは小数店さんとあずま屋さん。盛岡三大麺巡りしてみてね。1日で回る人なんていないと思うけど。次は秋田へ。30分以上遅延しているわね。思ったより待ち時間があったから早く行きたいんだけどな。遅延しているからしょうがないけど。青森より銀世界。この雪で寒波が来ているのを実感するわね。この雪の中をダイブしたいのだ。秋田駅到着したんだけど食べたかった稲庭うどん屋さんが休憩時間。どうするのよ？好きなグルメを買ってきます。やってきたのは駅ビルのときこさん。ここでグルメを買って新幹線で食べるのだ。そろそろ甘いものが食べたくなったので金よろずさんにしました。秋田県の有名なお土産ね。
個包装で食べやすいのがいいよね。ふわふわのカステラ生地にぎっしり詰まった白あんが最高。製造から70年、変わらぬ味を守り続けているのよね。生タイプもあって消費期限が3日で10個入りしかないけど柔らかくて美味しいよ。値段は通常の8個入りが778円、生タイプの10個入りが864円だから買ってみてね。お次は仙台。年末に牛タン食べたけどまた牛タン。調べてみたら仙台には麻婆焼きそばがあるみたい。1970年代に誕生した B 級グルメなのだ。やってきたのは仲良し宮食堂ミンパンティン。駅地下にある食堂なのだ。お店にはすぐ入れたけど思ったより混んでる。時間的には18時で夕飯時だからかしら。少し時間かかってやってきました麻婆焼きそば。料金は1023円でした。山椒の匂いで食欲がそそるね。そして麺は固めに揚げ焼きって感じだね。それじゃあゆっくり食べてきます。ごちそうさまでした。ピリッとした麻婆豆腐に麺がマッチしていてすぐ食べきったよ。夕ご飯食べたから今日は終わりかしら。まだまだ終わらないよ。この言葉を待ってました。ここから南下し福島県へ。福島のグルメって何？新幹線で調べておきます。福島駅到着。名物を探しに街の中にやってきたよ。まだ探してなかったのね。当てはあるけど名物だからお店がいろいろあって迷うのだ。やってきたのは駅から徒歩5分にある中華牧津多江さん。また中華？しじみラーメンや麻婆焼きそばは名物だから和食だろがい。今日の酒は963福島ハイボール。福島県郡山市の蒸留所で製造されたウイスキーなのだ。お通しもついてきたよ。そしてやってきたのは円盤餃子。すでに4食も食べているのに量多くない？ 20個くらいなら余裕でしょ。皮は手作りでもちもちしたのが特徴。具もぎっしり詰まっていて旨味がすごかったね。別皿についているニンニクを溶かして食べるとうまいのだ。明日の講習がすごいことになりそうね。牛乳やリンゴジュースとかがニンニク臭に効くらしいよ。普通に歯磨きとかのケアしておけば大丈夫らしいけど。でも講習ケアしても人に会う予定ないわよね。電車で隣に乗った人が臭いと思うだけなのだ。それもショックじゃない？ごちそうさまでした。さっき気がついたけど現金2000円しかない。お酒まで飲んでお金足りるの？お通しの金額次第。小銭合わせたら足りました。円盤餃子が税抜き1400円とリーズナブルでよかったのだ。次回の企画はお金が足りなかったのでお手伝いしてみただと思っていたのに。足らなかった時点で犯罪だから動画にはしてないけどね。今回はここで終了なのだ。山形県は？東北で行ってないのは山形県だけよね。まだ電車あるわよ。いつか山形県にラーメン旅に行きます。コメントでおすすめの場所を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。美味しいものがいっぱい食べられて幸せでした。またグルメを食べに行くから気になる人はチャンネル登録お願いします。青森です。お忘れ物のないようご注意ください。嫌なんで？